ちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、もう12月です。12月の星読み、今年最後ですね。一つのサイクルの締めくくりであり、新しいマインドとフィーリングを持って道を開いていくチャンスの1ヶ月です。ですから、今回も12月の、全体的な星の流れとともに、流れとしての星読みと12星座別の開運星読み、最後までご覧いただきたいと思います。さて、先月からですね、続いているテーマがあります。それは学びへの投資と、学んできたことを自己責任を持ってどれだけ実生活に生かしているか。実はこれやってきた人にとっては今年1年の締めくくりの12月、素晴らしい月になりそうです。12月に入るとすぐに金星が射手座に移動して、その金星が水亀座の冥王星とセクスタイルを取るというところから幕を開けますので、学んできたことを生かしている人には祝福モードのスタートとなります。そして22日に太陽が、25日に金星が、そして16日に火星がヤギ座に移動するまで、この3つはずっと射手座にあるんですね。それによって射手座の火のエネルギーに関係する火の星座の人たち、射手座、お羊座、獅子座ですね、全体的に光の方向が見えて、開放的にモチベーションをアップしやすい1ヶ月になります。そして風の星座の人にとっては、コミュニケーションがすごく活発になっていく。ただし水亀座、天秤座はそうなんですけれども、双子座だけは射手座の真向かいにあるので摩擦も少々起こります。そして土の星座にとってはこの影響をグラウンディングして慌てずに冷静に使いこなせたもの勝ちなんですね。で、土の星座の人は比較的乙女座もヤギ座もお牛座もそれをやりやすいので、ちょっといい方向に使える可能性が高いです。ただし、ヤギ座にとってだけは、ヤギ座から見て、射手座の場所っていうのは、水の星座と同じ影響を受ける場所なので、ちょっと注意が必要。というのは、水の星座だけは今月、感情が塩ビになりすぎて、爆発寸前のような状態になる可能性があるんで、そこは気をつけていただきたいんですね。それから、射手座の太陽と魚座のドラゴンヘッドとのスクエア、射手座火星と太陽、これがどちらも魚座の土星ともスクエアするという影響も受けます。先月から続いている感情的になったり、自分の視点に固執していると、より自分の意見が逆に通そうとすると通らなくなるよっていうことを経験する可能性がある12月です。国会中継なんかを見てても思うと思うんですけど、より良い未来について話し合ってるのか、相手の足上げして蹴落として自分の正しさを証明させるために話しているのか、こうしたものが自分自身では分からなくても、その必死さが他人から見える状態になっている12月です。だからその必死さが自分を証明しようとするその力が周りから見るとなんか惹かれてしまうという可能性が非常にありますので、それによって自己証明に紛争している姿が周りからマイナスに捉えられるという可能性、これ気をつけたいところです。で、逆にこんな時は、射手座の太陽、水星、火星のエネルギーを生かす。射手座の水星、太陽、火星っていうのは、冷静に広い視点にマインドをこう広くキープして、学びを生かす意識も忘れずに、常に宇宙視点で物事を見る、未来視点で見るという思考ですね。それをすることによって、自分からも人に感謝ができるし、自分へも人からの感謝の循環というのが、生まれてきそう。こちらの方がいい1ヶ月となります。それから10日に海王星が逆行終了することで、この前後に、もう10日よりちょっと前から大きな揺れが起こります。海王星魚座時代の最後の逆行を終えるということで、一つの時代の終わりを示します。生産しきれなかった感情に関する膿がどっと出るので、事故、事件、災害にはこの周辺気をつけたいところです。それから12日、まだ海王星逆行終了の揺れは揺れているんですけれども、マインドに関してだけは、水星が射手座に移るので、ちょっとすっきりします。混乱していたマインドが解放されて、広い視野をもう一度取り戻せる、このタイミングで、という人も増えると思います。それまではちょっとコミュニケーションに少し重いね、空気が流れていたのが12日までと。
いうことになります。そして20日に射手座の新月を経て22日に太陽がヤギ座へ移動して、その日が冬至となりますけれども、そのままクリスマスイブになると伊勢座金星と魚座海王星がそれぞれの最後のサインの場所、28度から29度ぐらいですね。そこでスクエアをして、それから25日クリスマスに金星がヤギ座へ移動します。で、その日に蟹座0度で逆行中のハイジアという小惑星とオポジションを取ります。これね、この後半のダダダダダという一気のヤギ座、これは急にヤギ座時代、土の時代に戻ったような感覚を後半になって急に持つ人が多くなるんです。クリスマスなのにっていう感じ。なので、パーティーシーズンにもかかわらず、責任感とか努力とか、仕事を成功させるための明確な行動計画、なんかそのホリデー竹縄な時期に、現実にぐっと引き戻されるような事柄が多くなるんですが、これを未来への準備とポジティブに捉えて、一足先に仕事のスタートを切るつもりで動いてみると、非常に良い、ヘッドスタートが切れるという。こういう星読みになりますね。実は個人的には私はホリデー中こそ、みんなが休んでる時こそずっとビジネスマインドにして、次の計画を立てる意識を持ってこの数年取り組んでいるんですが、それでうまくいってるので、ぜひ皆さんもやってみてください。ちょっとこんな風に私のこれね、誰が見ても見えない。すいません、私字があまり綺麗じゃないもので。なんですけど、ちょっとこう、今の見方をね、こう、さっと統計的に話すと、太陽、水星、火星がいて座のとこにいて、後半にヤギ座に移るっていうこういう流れでしょ。で、水星、さそり座からスタートしていて座に。だからここに集中している。で、この集中しているところから120度の位置にあるのが、お羊座と獅子座。と、いて座だから火のエネルギーはスムーズに情熱が流れるっていうこういう考えになるんですね。それから例えば今から12星座別を言いますけども、そこで分かりますが、牡牛座にとってはこの影響もあるけど天王星があるという影響を受けますね。それから双子座はさっき言ったように風なんだけれども、風に関してはこの水亀座と天秤座、ここから60度っていういいエネルギーを受けますけど、180度っていうのは摩擦を起こしてから解決するっていう。だから双子座はちょっと事件があって解決するという、こういう1ヶ月になるみたいな、読み方になります。で、もちろん魚座には土星と海王星がいるので、この影響を受けます。それから蟹座は木星が逆行してますから、この影響を読む。こんな風にして、12星座を読んでいくということになるんですが、ということで、ここから順番に行きます。まず、お羊座。愛する人や大好きなことに費やす時間をぜひ楽しんでください。家庭では課題が持ち上がるかもしれませんが、冷静でいれば問題は長続きしませんから大丈夫。来年は今年よりも自分の才能をもっと積極的に生かした仕事へのアプローチが必要となるので、この時期に計画を立ててみてください。お牛座84年周期の先ほど言った天王星がここにいます。ほとんどの人にとっては今世で最後でお牛座に指定していて、もちろんお牛座さんが影響を受ける。これは収入とか愛されることなど、あなたがこう受け取れる喜びをより多く受け取ることができる人生へと変容したいというパッションが強くなる12月です。学びを生かした言動をすればそれが可能になります。双子座、さっき言いました火星の影響で仕事関係、人間関係や契約というテーマにおいて物事がオポジションしているのでかき乱されるような出来事が起こるんですが、ただし双子座はだいたい冷静で客観的に物事を見る力を持っている人が多いので、その才能を使えば相手の方に非があって、こちらには非がないということがはっきりして、それがきっかけとなって、より良い契約、より良い方向へ立て直すことができそうです。蟹座、金星が他者から見たあなたの良さを、火星は他者から役立つあなたの行動力を高めてくれる位置にいます。人と協力し合えるように積極に動いてみましょう。木星の影響も受けるので、より良き友情や深く信頼されるつながりを構築できる時です。乙女座、控えめで積極的な自己主張をしない傾向にある乙女座ですが、
今月はしてほしい。家族など身近な関係において、特に自分自身のプライベートな人生に関する決定権をもう一度取り戻してください。それと反対に、家族の問題に関しては感情的にならずに寛容でいること。あなたがやりたいこと、やりたい時間、欲しい時間、これを受け取っていくという、これに意識を向けて、これが可能なので、ぜひ諦めずにトライしてみてください。天秤座、火星も金星も天秤座に追い風のいて座の季節です。あらゆる出来事をうまくチャンスに変えて人気運を高める時です。人間関係でも家族間の問題でも、今月は相手に協力するように話し合う姿勢を持てば、いろんなことがやっと今年最後に解決します。やってみてください。そしたら2026年すっきりと始められそうです。さそり座、水星も金星も火星も、あなたが持って生まれた本質や才能にもっと注目をしなさいっていうふうに働きかけています。まだ使っていない潜在的な能力があるはず。それを最大限に発揮してください。逆行中の木星の影響も受けて、あなたの価値観は外から見て上がってますから、この見直しが豊かさをもたらすはずです。いて座といえば、楽観的で心が広くて誰もが一緒にいたいと思えるポジティブなエネルギーの宿る場所ですが、そのあなたのサインに太陽、火星、水星、金星が集合しています。あなたの言葉により説得力が生まれている時です。あなたの言動がより魅力的に見れる時です。あなたのパッションがより受け入れられる時です。やっぱりこの1ヶ月、いて座にとっては何もしないのはもったいない。ポジティブな言動を意識して発信していってください。ヤギ座、いて座にエネルギーが集中する前半は、感情が揺さぶられて感情的になる出来事が増えそうです。心の準備をしておきましょう。そして後半は物事が急速に動き始めますが、焦らないように。良い方向へ全て利用することができます。一見してそうじゃなくてもできますから、冷静に対応してください。そうすると特に年末は驚くほどのポジティブな方の変化がやってくるかもしれません。水亀座、太陽も火星も金星も水星も、あなたにとって大切な人間関係と今後守り続けたいあなたの信念にエネルギーを注ぐことを促しています。すでに来年の計画を、そのようなものを最優先させるように立ててください。家庭内ではちょっと緊張が走るようなニュースがあるかもしれません。魚座、これからの人生における使命に真面目に真剣に向き合って、その上で来年の計画を立てる時です。もちろんプライベートな充実も大切ですが、魚座は今社会的な仕事へと自分自身の人生のエネルギーをシフトしていく時なんです。仕事上での達成感を味わえる2026年の計画をぜひ立ててください。さあ、最後にせっかくですから、この宇宙から受け取ったシンボル、セプタグラムのシンボルですね、見ていきたいと思います。2026年、ますますセプタグラム7芒星が来てます。もう7芒星、私の携帯も7芒星に私は守ってもらってます。それからポッケには最近ずっと入っているのはいつも最近出してますが、スーパーセブンです。もうとにかく7が来ておりますので、このセプタグラムのカードですね。こちらで一つメッセージを受け取っていきましょう。12月、皆さん、これを見ている皆さんに共通のエネルギーは、なんとジェミニ、双子座のカードです。これは、このセプタグラムの双子座のカードは、コミュニケーションです。情報、知識の交換です。あなたが学んできたこと、知ってきたことをアウトプットして、自分が知らないことは外から、自分のプロフェッショナルではないところは、その専門家から軽やかに受け取っていきましょう。すべて自分でやらなくてもいい。自分の得意なところだけ担当して情報交換をしていくといいことがありそうです。ということで、今年も1年ありがとうございました。まだ他の動画も出しますが、一応12月のね、星読みなので、とにかく一度ありがとうを言わせてください。今年1年本当に楽しかった。YouTube でたくさんの方と出会えて、オーストラリアまでセッションを受けに来てくださった方も、オンラインで YouTube から見つけてセッションを受けてくださるだけじゃなくて、セプタグラムを習ってくださって、一緒の同志になってくださった方もいっぱいいました。本当に感謝です。これからもまた皆さんとつながっていきたいと思ってますので、コメントとかね、書いていただくと嬉しいです。こんな動画上げてほしいみたいなリクエストもぜひお待ちしております。では素敵な12月をお迎えください。